築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、現場で何をチェックしたらよいのかっていう質問に答えたいと思います。設計者として、デザイナーとしてですよね、現場に行った時にどういったことをチェックしたらよいのかなということを実例とともに共有したいと思います。実はですね、今もですね、インテリアデザインのオンラインスクール隠れ家の LINE グループに参加してくれている、学生さんとですね、黒船ホテルさんの現場に来ています。それの朝ですね、寝起きなんですけれども、まだ設計者ではないにしてもですね、彼女がですね、学生の彼女が、現場に来ればね、そんなのちょっと関係なくって、オーナーさんも現場監督さんも職人さんも一生懸命真剣に、空間づくりをしているからですね、学ぶっていうスタンスで来ていますが、プロになったら同じようなことをやるので、遊びじゃないので、デザイナーとしてね、何をチェックしたらいいのかなっていうのを見て学んでもらえたらと思って一緒に来ています。で、完成形をねイメージして先回りをして今の状況をちゃんと正していけるか、現場が間違っていれば正していけるかどうかっていうのが、とても重要なポイントなんじゃないかなと思っています。現場の職人さんたちはですね、どう作ろう、そのものをその図面通りだったり、デザインのイメージをどう作るかっていう、どう綺麗にできるかっていうのを結構一生懸命考えて作ってるんです。それと一緒になってね、考えることもとても重要なんですけれども、デザイナーとしてはもっと先の完成形のイメージをですね、常に意識しながら、今の現状を見なくてはいけないと思います。これから起きることをですね、想定したり未然に防ぐことが、とても現場も助かりますし、そういったことが求められています。これが今日の結論なんですけれども、なんでそうかっていうと、だって自分で思い描いた空間ですよね、元はデザイナーとしては。さらにその図面も描いてますからね、一番その空間の最終形とかオーナーさんの思いとか、そういったものを知っているのはデザイナーであるあなたなんですよね。現場はね、図面通り作りますし、指示された通りに作り始めると思うんですよね。デザイナーが現場を見て気づけなかったりもししたとしたら、現場は完成間近でですね、あれこれなんかうまく収まらないなとか、デザイナーとかオーナーでなんかちょっとこれ雰囲気違うなとか、綺麗な空間ができていなかったり、空間イメージが異なったりする可能性もあるわけですよね。で、それは最悪ですね、作り直すことも出てくると思うんです。工事の途中段階で完成形の空間をねイメージしながら現状を把握して最善の指示を出すことがですね、デザイナーがチェックすべきことだと思います。では具体的にどういったことなのかというと、例えばですね、既存利用の木部とか、木目を生かした白い木にしてほしいとしてもですね、それは新規の
新しく建てた木と、古い木が一緒にしたいってことなんですけれども、それってちょっと限界があってですね、できない、同じにできないってことはもちろん既存利用としていて違う材料だったらあるわけですよね。で、現場としてはですね、それに近づけようと頑張るとは思うんですが、必ずしも頑張った結果綺麗になるとは限らないってことなんですよね。で、その時違う色に切り替えられるのは全体空間イメージができているデザイナーだけですよね。また脱衣所とかですね、壁の下地ができていてボードを貼ろうとしている時にここにタオル掛け必要なのに下地がないなとなっていれば、もしそれでボード貼られちゃったらもう見えなくなっちゃうんで、棚はつけれなくなっちゃうので、ボードを貼る前に気づかないといけないとか、そういったですね、例えばですよ、今の話はデザイン面も機能面も最終的に空間をイメージできているデザイナーが現場でのミスに気づきやすいってことです。また内装工事は躯体や下地など既存利用することもあって設計図通りいくとは必ずしも限らないわけですよね。それが原因でですね、細かいところの現場判断で作られているってことももちろん多くあります。しかしどんな細かいところでもオーナーさんだったり空間を使われるお客様がですね、それを通して気になるポイントを設計者としても気づかないといけない。それを修正直してくださいと修正指示を しなきゃいけないことももちろん出てきます。心苦しいですけどね、作ったものをこうですっていうのはね、それによってね、現場はとっても大変になるかもしれませんし、そもそも嫌がられると思いますよね。一回作ったものを直すっていうのは壊して直すわけですからね。それでもですね、デザイナーとしては勇気を持って現場で発言すべきことは、良い空間作りのためにはもう必須条件なんですね。現場監督さんや職人さんの意見にもね、もちろんちゃんと耳を傾けて、譲れない部分、譲るべき部分、その時の状況判断で、本当に難しいとは思うんですけど、現場指示をしてみてください。今日は現場で何をチェックしたらよいのという質問に答えてみました。これから作られることをイメージして先回りしてチェックして、現場のミスを未然に防げるのは完成形をイメージできているデザイナーだよということをお話しさせていただきました。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。まずは LINE のオープンチャットの方をですね、 URL を貼っておきますので、興味がある方はそこでちょっと質問してもらえると助かります。それに答えられたら答えていきたいと思いますので、もっと実務に入り込みたい方はですね、書き込んでみてください。面談してですね、もし同じような方向性でしたらね、実務の LINE グループにご招待したいなと思いますので、どんどん書き込みお願いします。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。